皆さん、こんにちは。おにぎりんです。日本では朝にはおはようございます。昼間にはこんにちは。夜になるとこんばんはという挨拶をします。そして別れるときにはさようならですね。今日はこの挨拶についてお話ししたいと思います。こんにちは、こんばんはですが、本来はその後ろにさらに文章が続いていました。こんにちは、ご機嫌いかがですか？こんばんは、よく冷えますね。という挨拶が次第に短く省略され、文章の最初にあるこんにちは、こんばんはだけが残り、現在ではひらがなでこんにちは、こんばんはと表記されるようになったと言われています。また、昔は太陽のことを神と捉え、こんにちさまと呼んでいました。そこで人に会うと、こんにちさまがあなたを守ってくれますようにという思いを込めて、こんにちはというようになったとも言われています。そして朝の挨拶、おはようございますは歌舞伎から来ているとされています。歌舞伎は17世紀初頭から演じられるようになった音楽と舞踊が一体となった日本の伝統芸能で、華やかな舞台、演出など見る人を楽しませてくれる様々な工夫がなされています。その演出の一つ、派手な衣装や特有の化粧はよく知られています。これら準備のため、歌舞伎を演じる役者は、公演場所である歌舞伎小屋に何時間も前に到着するのですが、その際、裏方で準備をする人たちが、歌舞伎役者に対するねぎらいの言葉として、お早いお月でございます。と出迎えていたことが始まりとされています。これがだんだんと省略されて、おはようございますとなったようです。そして別れの挨拶、さようならです。これはこんにちはのように何かの神様へ加護を願う言葉でしょうか。それともおはようございますのように他の人へのねぎらいでしょうか。実はどちらも違うのです。さようならというのは接続詞だったのです。この言葉はもともとさようならば、そうであるのならばという文と文をつなげる言葉で、その中にこれまでを確認し、そうであるのならば、そうできたのなら、この先もさようであろう、大丈夫であろうという意味があるようです。これだけだと曖昧で少しわかりづらいかもしれません。現代の解釈ではいろいろな意味はあるようですが、自分の力ではどうしようもないこともあるけれども、そのことをありのまま受け止め、未来へとつなげていくということが含まれています。つまり、さようならというのは相手への応援や祈りと言えるのではないでしょうか。人生いろいろあるけれども、これまで大丈夫であったのならば、きっとこの先も大丈夫ですよ、という相手への思いが込められているのかもしれません。最後に、こんにちは、こんばんはの表記方法についてですが、正しくは最後がはと記す、こんにちは、こんばんはとなります。ただ、最近では、親しい人たちとのやりとりでは、は
ではなく、はで記す、こんにちは、こんばんはと書く人も増えてきました。言葉も時代とともに変化するものなので、今後はわかりませんが、もともと、こんにちは、ご機嫌いかがですかという文章が省略されて、現在の形になったということからすれば、文章の途中では、はではなく、はを使用するのが普通です。そう考えると、ビジネスや公の場では、はで記す、こんにちはとする方が正しいと言われるのがわかりますね。江戸時代では、このこんにちは、こんばんはの後に一言文章を続けることができる商人が一人前とされていたようです。つまり、こんにちはの後に相手を気遣う言葉。寒いですね。風邪をひいてらっしゃいませんかなど、ちょっとした一言を言える商人になることが大事だったようです。今も昔も相手を思いやる気持ちを持つことは大切なのですね。